ニッコール Z-DX18-140mm vs DX1650mm 画質対決。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。Z50 のキットレンズとしてニッコール Z-DX18-140mm f3.5-6.3VR を購入し、これまでも何回かその写りをテストしてきました。普通に綺麗に撮れているのですが、拡大してみると画質がやや気になることがありました。光量が足りないことが原因かなと感じたので、晴れている日に DX1650mm と撮り比べをして画質対決してみます。18-140mm が大きく負けることがあれば手放そうと考えているので、サバイバル対決です。それでは Let's get started!ながチャンネル。三種油という黄色い花を撮りました。ピント面の画質と背景ボケを比べます。18-140mm も 16-50mm もピントの来ている花と枝の部分の解像度は良好です。背景のボケ具合は両方とも少し騒がしい感じがします。引き分けです。アンズ。おしべまでくっきりと改造していて、両方とも解像度は良好です。焦点距離は換算 75mm で、背景ボケは 18-140mm が絞り開放で F4.8、16-50mm は絞り開放で F6.3 なので、少しだけ 18-140mm の方がボケが大きいです。水線。背面モニターを使ってローアングルで撮りました。ピント面の解像感は両方とも良好です。ボケはアンズと同じく 16-50mm の木の幹の樹皮がうまくボケていません。花桃。換算 36mm の広角で撮りました。この構図はもっと絞ってパンフォーカスにするべきでしたが、両方ともそこそこピントが来ていて問題ありません。ながチャンネル。長屋門。2月のズーム対決 DX18-140mm と
Z2470F4 の時、18-140mm がやたら暖色に撮れた建物です。あの時はレンズによって色味が違うのかなと思いましたが、その後写真をよく見ると 24-70mm は日差しがあって地面に影があるのに、18-140mm の方は曇っていました。晴れと曇りでオートホワイトバランスが作用したのかもしれないので、今回はホワイトバランスを正定に固定して撮っています。焦点距離換算 24mm で 18-140mm が F3.8、16-50mm が F4.2 なのに、18-140mm の方が解像感がいいです。蔵。明暗差があるところでの鉄の質感を比較してみました。焦点距離は 35mm で 18-140mm は F4.2、16-50mm は F5.3 です。絞り込まれている16-50の方が改造しています。テーブルと椅子。テーブルは白飛びしていますが、パイプや椅子の金属を取りました。ピント面が 18-140mm の方が後ろの椅子、16-50mm の方が前の椅子になってしまいました。トータルの改造感は引き分けです。玉ボケ。背景に玉ボケを作って比較しました。焦点距離換算 75mm で 18-140mm が F4.8、16-50mm が F6.3 です。16-50mm は F6.3 ですが、これで絞り開放のためか周辺部の玉ボケが歪んでいます。18-140mm の方が大きくて丸い玉ボケになっています。このように直接対決して晴れている時の画質は十分であることが分かりました。同じ焦点距離で比べると 18-140mm の方が開放 F 値が明るいという利点を感じました。一度は売却も検討しましたが、安心してつけっぱなしにできそうです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。